はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、フィンエアのビジネスクラスの模様をお伝えしようと思いますが、今こちらはオスロ、ガーダモーエン国際空港ですねにいますけれども、実はですね、今回シンガポールに戻るんですけど、戻る前にいろいろありましてですね、本当はですねルフトハンザで帰る予定だったんですね。ところが空港で本当いろいろあって、チェックインできなくて、いろいろあって本当に待たされたり、いろいろあって、それは詳しくはね少し後ほどお伝えしようと思うんですけども、とりあえず今ね、これはルフトに乗ると思って撮影しているとこですね。ガーダモーエン国際空港、結構ね木目をね取り入れてて、僕は結構好きな景観なんですよね。なんかこう北欧らしいっていう空港なんですけども、で、この日はね実はノルウェーは祝日だったんですね。民族衣装を着てパレードするようなお祭りがね各地で行われているということだったんですがね、これルフトに乗る予定だったのでルフト取ってたんですが、いろいろあって、フィンエアーで結局帰ることになりましたということで、急遽ね、ヘルシンキ経由でシンガポールに戻りますということですね。で、今ねこれから乗る飛行機はオスロヘルシンキの一応ビジネスクラスの設定の飛行機ではありますけど、座席とかはねエコノミーと変わらないですね。ヨーロッパあるある、ヨーロッパ内のね国際線に関してはねこういう設定多いですよね。座席に関しては別に広くもなくエコノミーと変わらないけど隣がいないとかですね、そういう感じで設定をしておりますけども、でルフトからね、急遽当日、フィンエアのチケット買って帰るということになっておりますので、結構バタバタだったんですよね。結局のところバタバタ帰っちゃうみたいな感じになりましたけどね。いろいろあってフィンエアに乗ることになったんですが、とりあえずねオスロを出発してヘルシンキへ向かいます。なわけで、短いね1時間半かなの、飛行時間ですけど、機内食はやはり出ますというねビジネスクラス、エコノミーも出てたと思いますけどもね、軽食が一応こういう感じで、これはスパークリングワインですね。シャンパンありますかって言ったらスパークリングがあるよみたいな感じだったんでね、スパークリングワインを選びましたけどもね、キャビンアテンダントさんのおすすめがこのねチキンだったので、そのチキンを頼んでみましたけどね、チキン美味しかったですよ。これひよこ豆かな、これ豆は何豆かちょっと分かんないですけどね、香草が効いてて、香草って言っても北欧でよく使われる、ロシアとかでも結構使われると思うんですけどの香草ですね。なんかオレガノとかなんかいろいろありますよね。なんか名前は僕はあんま詳しくないですけどね、そっち系の香草が、ハーブですねが効いてて美味しかったですね。でその両サイドに添えてあるのはポテトと多分人参をすりつぶしたものをあえたっていうか混ぜたみたいな感じだと思いますけど、それもついててね、1時間半の機内食でしたけど、普通にね、美味しくいただいておりますけどね。でこの左側にある、このなんかいちごとなんだこりゃみたいな感じだったんですけど、見てもね本当になんだこりゃみたいな感じだったので、食べてみましたけどね、この左側のやつはねあれカッテージチーズっていうんですかね。カッテージチーズって言えばいいのかな、ちょっとねこういうの
本当わかんねえなって思うんですけど、それとハーブを和えたようなやつです。オリーブオイルがかかってて、これは何なんでしょうね、フィンランドの料理なんですかね。僕フィンランドを実は乗り入れたことも踏み入れたこともなくて、実は初めてなんですね。なんですけど、デザート感覚なんでしょうかね、これは。まあなんかこう何とも言えない味でしたね。美味しくないとかないんですけど、ちょっと何とも言えない、初めて食べる味っていう感じでしたけどね。それとでもスパークリングワインがね合うんですけどね、すごくマッチしてましたけど、はい。短いね、路線なので、これぐらいの量がちょうどいいっていう感じでね、こちら上空はフィンランドになりますね。森が多いなっていう印象ですね。山が全然見えなくて、ヘルシンキ周辺はなんかね森が多いんでしょうかね。初めて踏み入れる土地ではございますが、間もなく着陸となります。はい、そんなわけでね、初めてヘルシンキに降り立ちましたけどもね、なんかよくねヘルシンキはどちらかというと、北欧、デンマーク含めて北欧でノルウェー、スウェーデン、フィンランド、あとアイスランド入れるかどうかみたいな感じですけど、ヘルシンキ、フィンランドはね、他の北欧とはちょっと雰囲気違うって昔からね聞いてたんですけど、でも北欧らしい空港で、パッと見分かんなかったんですけど、まだなんて言うんでしょうね、この後も映ると思うんですけど、お店がほとんどやってなかったんですよね。このようにちょっとなんかシャッター街みたいな感じで、コンビニエンスストア、ミニショップとかそういうところはね開いてたんですけど、これまだ時間夜8時ぐらい、7時半か8時ぐらいなんですけどね、結構シャッター閉まってましてね、ムーミンカフェは開いてましたよ。ただ8時に閉まってましたけどね、寄ることはなかったですけど。で、フィンエアのこれまた初めて入りますね、お膝元のラウンジになりますけどね。いやー、これがねなかなかシャレオツでしたね。なんかセンスを感じました、このラウンジに関しては。でシーティングエリアもすごく広いんですよね。この手前にあって、でこの奥にねバーカウンターとかね、バーフェ形式の食事取るとこがあるんですけど、結構広いしね、落ち着いた雰囲気だし、なんかこう見た感じでわかると思うんですけど、北欧だなみたいな感じですよね、センスがね。結構良かったですね。で食べ物とかね、デンマークかな、コペンハーゲンの、サスラウンジとかは入ったことありますし、そのね、オスロのラウンジ、アイスランドのラウンジって入ったことあるんですけど、大体北欧ってそんなにいっぱい置いてないんですよね、食事に関しては。でこれなんかカリフラワーのグラタンとか、ポテトとかで魚のトマトソースで煮たやつとかね、そういうような料理が並んでて、であとズーチーとかはねそれなりに種類はありますけどね。大体こんな軽い本当軽食っていう感じのやつがねこう並んでるようなラウンジがなんか北欧は多いのかなっていう気はしますけどね。でこの時間帯はねそんなに人がいなかった。夜8時ぐらい9時ぐらいまではそんなにいなかったんですけど、結構ね10時過ぎてから人がすごく増え
ましたね、この日はね。で、こちらが一番奥にあるバーカウンターですね。一生懸命振っております。何作ってるんだろうって感じなんですけどね。まあその後これ頼んだんですけど、とりあえずこれ頼んだのはですね、ジントニックでございます。ベリー系も入ってるジントニックで、なんかこう仕上がりが可愛らしくなっちゃったっていうね、可愛らしいジントニック、こんな初めてでしたけど、でもこれねベリーが効いてて美味しかったんですよね。なんか純粋なジントニックではないですけど、なんかちょっとオリジナリティがあって結構美味しかったですね、ジントニックで。これがミネストローネスープですね。はい。と魚だったと思います。魚のトマトソースで煮たやつだったと思いますけど、それとカリフラワーのグラタンを、取ってきましたけどね、そんなにお腹空いてないんでね、一杯は食べれないよっていう感じなんですが、乗り継ぎの時間が4時間ぐらいあったんですよね。なので滞在するにはね十分なね時間でしたけれどもね。でこれも魚のトマトソースで煮たようなやつもね美味しかったですし、正直機内食のチキンよりはこっちの方が僕は好みの味でしたね。これは美味しかったです。でカリフラワーもあんまりね僕は食べない。ブロッコリーは食べるんですけど、カリフラワーあんまりね食すことがないんですが、このカリフラワーのグラタンもねそこそこ美味しくて、食べ物としてはねラウンジ十分じゃないかなと思います。なんかやっぱりアジアとかはね、それこそチャンギのラウンジとか行くともっとね食べ物置いてますけど、逆になんか軽く済ませて本当落ち着いた空間でゆっくりするっていう意味合いでは、このヘルシンキのフィンエアのラウンジね、僕は結構好きですね。良かったと思います。で、ジントニックを飲み終わって、このお酒、これシャカシャカ振ってたお酒です。先ほどのバーテンさんが何かを忘れたんですけど、何を飲んだのかわからなかった、忘れちゃったんですが、確かテキーラベースにフレッシュジュースじゃなんじゃみたいな感じのやつを混ぜてシャカシャカ振ってみたいな感じだったと思いますが、それも美味しかったですね。はい。で、このヘルシンキの空港はですね、喫煙所があったので、それはそれでまた非常に助かりましたけどね。結構ヨーロッパの空港もほとんどね、スモーキングエリアなくなったりしてますけど、ヘルシンキの空港にはありましたね。で、12時過ぎの出発になりますね。ヘルシンキシンガポール便はですね、AY131 便なんですけども、そうですね、搭乗者の数は多かったですよ。ほぼ満席だったんじゃないですかね。はい。エコノミーはほぼ満席だったと思います。ビジネスクラスが若干、僕当日券っていうか、当日ね、予約したので、ビジネスクラスは3、4席まで空いてたような気がしましたけどね。エコノミーはほぼほぼ満席だったかと思いますけども、いよいよ搭乗となります。で、フィンエアのね、ボーディングですけど、あからさまな優先搭乗みたいなのはなかったですね。一回チケットを通して、一回またその先で待って、それからボーディングみたいな感じなんですけど、実際乗るときはね、エコノミーのお客様とかと一緒に、乗るような感じでしたが、ね、今回お世話になるのはエアバスの350の900ですね。ダッシュ900になりますけどね。急遽手配したっていうのはあったんですけど、実は僕乗ってみたかったんですね、このフィンエアの、ビジネスクラスは。ね、ルフトハンザも乗ってみたい。ボーイング747を手配してたので、それも乗ってみたかったんですけど、その次に乗ってみたかったのが実はこちらのフィンエアのビジネスクラスで、ちょっと変わってるんですよね、シートが。これからね、ご説明するんですけど、ただ何よりね、びっくりしたのは、
広いです。このビジネスクラスのシートは今までいろいろね、そんなに乗ってないかもしれないけど、まあそれなりに乗ってきたんですけど、ビジネスクラスを、このね居住性というか、このスペースは、空間はね、おそらく一番広かったですね、ビジネスクラスの中では。S q の今の、S q のビジネスよりも広い感じがしたというか、おそらく広いと思います、有効スペースからすると。で、何が特徴的かと申しますとですね、このフィンエア、ご存知の方も多いと思うんですけど、このビジネスクラスってリクライニングシートじゃないんですよね、実は。背もたれはね、固定されてるんですね。なのでこうボタンを押してビューっとして、こう座席がこうガーッと前の方に進んで寝っ転がっていくみたいな感じではなくて、背もたれは固定されてるんですよね。で、今ねシートの説明してましたけど、今飲んでるのはシャンパンを飲んでます。はい、飲んでますけど、で奥にねこう簡単に言うと、どうでしょうね、ヘリボーンに近いスタッカードになるのかな、何式になるのかちょっとあれなんですけど、スタッカードタイプに近いんですかね。今こう広さをお伝えしようと思ってるんですけど、全然伝わらないですよね、これね。とにかくね、幅が広く感じたんですよね。で、いろいろビジネスクラス乗ってきましたけども、あぐらがかけるぐらい広かったんですね。僕身長180なんですけどね、おっさん180ぐらい無駄にちょっと身長あったりするんですけど、あぐらがかけるぐらいの幅がある座席の空間があるので、リクライニングはしないんですけど、縦に長いような感じ、幅もあるし縦にも長いので、リクライニングしなくてもあぐらかけて、これすごい空間、居住性高いなと思いました。居住性で言うと、僕は今まで乗った、ビジネスクラスの中で一番ですね。もうダントツ一番かもしれません。はい。ただね、人によってはね、やっぱりリクライニングでこう好きなところでね、こう背もたれ好きなところで止めてゆっくりしたいっていう方もいらっしゃるかとは思いますけども、僕の中ではね、この居住性は、僕はフィンエアが今のところ一番かなと思いましたね。はい。で、フィンエアはね、日本路線も飛ばしてますので、日本語の表記もありましたね、このようにね。で、機体のカメラもね、下と上と、ちゃんとついてましたけどもね、13時間のフライト、長いよって感じなんですけどね、長いですけどね。で、アメニティのバッグはどう忘れしちゃう。マリメッコですね。マリメッコのポーチ、薄いね、マリメッコのポーチがついてきますけどね。本当になんかね、この時点でいろいろね、トラブったけど、チケットでトラブったけど、フィンエア乗ってよかったなって、もうこの時点で多少思ってはいますけどもね。で、ちょっとね、今僕が座ってるのは 2A ですね。2A の座席なんですけど、強いて言うとちょっとモニターのね、調子があんまり良くなかったっていうのはあります。この後ちょっとまた途切れたり、なんかモニター映らなくなったりしたんですけど、で一時期復旧して、でまた着陸手前でまたちょっとつかなくなったりもしましたけどね。それ以外は本当にこのビジネスクラスを僕は堪能しましたね。はい。でこれは今12時過ぎなんですけど、もう夜明けが来てますね。暗くなるのは11時過ぎで、もう、12時過ぎには、このようにね、モニターが今こう止まっちゃったような状態なんですけど、12時過ぎ、12時半過ぎにはまた明るくなってきたっていう感じですかね、東の方がね。てなわけでね、シンガポールまでのね、
ロングホールフライトになりますけどね、いよいよ離陸となります。はい、そんなわけでね、無事、離陸いたしましたけれども、ね、こちらがヘルシンキの夜景になりますけどね、いつかね、ゆっくりヘルシンキ旅したいですね。やっぱり気になりますよね。サンタクロースとムーミンの里、フィンランドはね、なんか多少気になるなとは思いますけどね。ノルウェーに行く、またシンガポールに戻る前にね、またヘルシンキご案内できたらいいなと思いますが、で、今操作、シートの操作をしておりますが、この足のねフットレストがこうガーッと上がってきます。で、この後このフックをガチャッと外すと5、6センチの何かこうあれがボーンと出てくるんですね。でこれでもうベッドの状態になりましたっていう感じなんですよね。でこの横幅がすごく広いのであぐらがかけるぐらい広いということなの。こうやってねあぐらかいてますけども、やっぱねこの居住性は僕にはちょっとたまらなかったですけどね。シートリクライニングはしませんけれどもね、すごく広かったですね。はい。で食前酒は珍しくねロゼを頼みましたね。別に詳しいわけでも何でもないんですけど、なんか普段飲まないの飲もうかなと思ってロゼワインをね、頼んでおりますけど、で、この、アーモンドもねあったかくて温かくしててね美味しかったですよ。ロゼとも合いましたしね。いやーなんかこの木目のねテーブルもいいなと思います。結構落ち着くんですよね。ゆったり取ってあるので座席がすごく良かったですけどもね。でこちらが、1回目の機内食、夕食扱いみたいになるんですかね。僕が選んだのは、牛ほほ肉のね煮込みみたいな料理を頼みました。でこのソーセージはですね、豚のミンチとあとねラムのミンチの合いびきみたいな感じのソーセージになりますけどね。こういうの多いんですかね、フィンランドにね。有名なソーセージなんでしょうか、ちょっと分かりませんけどね。でこれがね、前菜で、フィンランドのサーモンの、スモークサーモンですねに、わさびマヨがかかってるやつなんですけど、これも美味しかったですよ。もう酒めっちゃ進みます。これたまらんですね。おっさんにはたまらず、これうまいなと思っちゃいましたね。なんならこの後ご説明する牛ほほよりもこっちの大盛りちょうだいみたいな感じでも思っちゃったぐらい僕は好きな味でしたね。今回ですね、そのルフトに乗れなかったっていう、いろんないきさつだとかね、いろんな経緯があるんですけども、それをねここでいろいろ説明したって長くなるだけなので、細かいことはねちょっと置いといたとしても、とりあえず私の中では今後はですね、やっぱりスカイスキャナーでチケットを探して、でエージェント系だと安かったりしますよね。
キャリアのサイトよりも安かったりするので、そっち取ったりする方も結構いらっしゃると思うんですけど、とかくね、エージェント系、なんていうんですかね、変更するつもりが全くないというか、もうこの日に絶対旅行するみたいな感じであれば、エージェント使ってもいいのかなと思うんですけど、今回僕一回変更したんですね。で、その変更した時にいろいろとごちゃごちゃが、そのエージェントはマイトリップなんですけど、マイトリップとルフトの間でなんかごちゃごちゃしてて、だからそのごちゃごちゃが全然解決しなかったので僕は乗れなかったっていう感じなので、払い戻しはね、もう絶対してもらおうと思ってるんですけどね、今後。ただ、変更する可能性があるとか、そういう時はね、若干高くてもやっぱりキャリアから直でっていうのが基本ですね。もういろんなエージェントさんがね、今出してますけども、ちょっとね、変更する可能性があるとか、キャンセルするかもとか、キャンセルだったらね、まだ払い戻しをエージェントからエージェントにすればいいと思うんですけど、そのね、キャンセルっていうよりも変更ですね。日時の変更とかになると、もう今後おっさん的にはもう絶対キャリア直でやろうというのを本当切に思いましたね。もうちょっともうなんかね、3時間ぐらいやってたので、チケットどうすればいいんだっていうのをねやってて、結局乗れなかったっていうのがあるんでですね、今後そういうことがないようにねしなきゃいけないなって思いましたね。でね、こうやってワインとね、煮込みの牛ほほ肉を食べておりますけどもね、やっぱりなんて言うんでしょうね、座席に関して言うと、今はね、どんどん個室型がどんどん増えてますよね。JAL も ANA も、中東系ね、カタール航空とかも、この前ね、中国東方航空の個室型も乗りましたけども、個室型が増えてる中で、このフィンエアーのね、ビジネスクラスは個室型ではないんですけど、結構こう壁が高くてね、こうお分かりの通り、結構個室ではないんですけど、プライバシーは結構守られてる。人の声もそんなに聞こえないんですよね、壁が高い分。なので個室ではないですけど、僕は十分じゃないかなと思います。個室みたいにね、逆に個室みたいなこう閉塞感が嫌いな方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はなんかこのビジネスクラス結構ね、ウォール壁が深いので、もう十分だなと思いましたね。とかく本当に居住性が僕はすごく気に入ったので、このねフィンエアのビジネスクラスに関してはね、すごくいいんじゃないかなと思いますがね。今、ズーチーとデザートをね持ってきていただきましたけどね、デザートは確かアップルパイだったと思います。これはね、酒ギャンギャン飲みながらね、ゆっくり食事をとってたらもうすぐ消灯ですよみたいな案内がご丁寧にね案内をされたんですけどね、もうすぐ消灯だから多分最後ワイン頼んだらいっぱいいっぱいついできたみたいな感じなんでしょうけどね。はい。で、いよいよもう消灯のお時間になりまして、どうやらこうオーロラの雰囲気をね醸し出すイメージした、照明になってますけどね。デザートも甘すぎずね、このアップルパイも甘すぎず結構美味しくいただきました。はいね、チーズはねやっぱり北欧結構チーズありますんで美味しくいただいたんですけどね。最後にねコーヒーももらって、ちょっと寝よっかなみたいな感じの時間帯になってきましたけどね。1回目のディナー扱いのね機内食、僕は結構ヨーロッパらしいというか、結構北欧というかねを感じる、機内食で、僕は結構好きでしたね。その和食とかに比べるとっていう話になっちゃいますけど、雰囲気があっていい、ディナーだったんじゃないかなと思います。で、いよいよお休みタイムなんですけど、
でですね、空間が広いって再三言ってると思うんですけど、この足元のね、オットマンの方の足元もね、結構広いんですよ、フィンエアーは。なのでこう横になれるというかね、縦になれるというかね、にもなれるので、すごく良かったのと、もうちょっと朝食の画面に変わっちゃいましたけど、身長が高い方、190の方でも完全に横になれるぐらいね、多分2メーターあると思います。縦の長さあると思うので、そういう点でもね、すごくフィンエアーのビジネスクラス広いんじゃないかなと思いますね。はい。で、もう6、7時間は寝たと思いますけどね。寝て起きたら朝食のお時間ということで、朝食はこれはキッシュですね。1種類、朝食はそんなに種類がなかった気がしますけれどもね。もうこれ出されたものを食べるみたいな感じだったような気がしますけどね。はい。で、このキッシュもね、普通に美味しくいただきましたし、相変わらずパンは温かい状態でね、出てくるので、この朝食も満足度結構高かったですね。サラダも美味しかったですね。はい。で、実際ですね、最初13時間ぐらいのね、飛行時間って書いてましたけども、実際はね、12時間半かからないぐらいで飛んだんじゃないかなと思います。それぐらいだと思いますけどね。どうしてもね、シンガポールからヨーロッパっていうのはなかなか結構日本よりも遠かったりするので、通常航路ですね。今ロシア通れないっていう航空会社がほとんどなんでね、なんとも言えないんですけど、例えば東京からヘルシンキってですね、確か僕の記憶ではですね、普通に飛ぶと9時間半ぐらいで着くんじゃないかなと思うんですよね。だからヨーロッパの入り口としてそのヘルシンキに飛んで、ヘルシンキからヨーロッパ各地に飛ぶ方っていうのも結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。使い勝手がいいというかね、まずその十何時間乗るのがちょっと苦痛な方はヘルシンキ、東京ヘルシンキを利用するっていうのは結構ね、一つの手だなとは思ってましたけどね、昔からね。ただシンガポールの場合はそういう近道みたいなのがあんまないのでね、ロシアの上空通ってみたいなのがないので、もうそのままね、ヨーロッパは大抵11時間以上かかるっていうような感じなんですけどね。でもこの広さであればね、十何時間楽勝ですね。楽勝でしたね。ご覧のようにこれぐらい広いんですっていう感じなんですけどね。てなわけでね、いよいよマレーシアが見えてきましたよということで、あっという間でしたね。2時間半弱ぐらいの飛行時間でしたけど、あっという間のシンガポール到着ということなんですけどね、これが実際今回飛んだ航路になると思います。ロシアを避けてますよね、綺麗にね。ロシアを避けて飛んでますということなので、実際本当は通常ロシアの上空を飛べばもう少し早くね着くんじゃないですかね。12時間ジャストぐらいで行くかもしれないですけどね。はい、若干遠回りしてるっていう感じですね。ヘルシンキから今シンガポールにね行くにはね。で、今回ね初めていろいろあったにせよ、フィンエアーのねビジネスクラスに乗ったんですけど、久しぶりにねロングホールフライトを経験したんですけど、満足でしたね。このビジネスクラスはもう皆さんにも本当におすすめできるビジネスクラスです。それはね、僕的にはね、そのリクライニングがなくても十分ゆったり座れるし、ベッド型にした時縦の長さも横の長さも広い、長いし広いんで、とにかくよく眠れたっていうのもありましたしね。機内食に関してはね、それをJAL SQ とかと比べるとお国の事情というかお国の違いでね味付けがちょっと違ったりもしますけど、でも全然美味しく食べましたからね、2回とも。で居住空間ね、もう良かったので、
このビジネスクラスはまた乗りたいなって感じでしたかね。とっても満足しました。そんなわけでね、あっという間のフライト時間と、結局これ乗ってますね。機内での経過時間11時間50分で乗ってるので、やっぱり12時間少しで行っちゃったんですね。着いちゃったんですね。この機体のカメラ、私大好きなんですけど、シンガポールらしくね、雨でお出迎えっていう感じですけどもね、間もなくね、シンガポールチャンギ国際空港到着となります。無事到着ということでね、今回のフライト動画はフィンエアのね、ビジネスクラスになりますけどもね、おっさんの全く人気ない YouTube もですね、細々と続けて600人になりましたということでね、相変わらず人気ないんですけどね、それでもね、日頃見ていただいている方っていらっしゃるんで、本当にありがたいと思いますし、これからもね、また細々と続けていければいいなと思いますのでね、また時間が空いたりね、気が向いたら、見ていただけると幸いでございます。で、次回の動画はおそらくですけどね、アイスランドをね、空撮してみたんですね。で、そのね、空から見たアイスランドと、あとね、多少のグルメ情報、レイキャビクの、グルメ情報をご案内したいと思います。では、本日もご視聴誠にありがとうございました。